皆さんお元気ですか？カナダメープルリッジのエミです。今日のお題は友達っていう言葉、いろんな意味があるよねというものにしました。この年まで生きていて、年齢、自分の置かれている環境によって友達との出会い、別れ、いろいろありました。年を重ねると、もう気の合った友達関係だけを保持したいと強く思います。今まではね、学校、職場、バイト、子供の関係でのお友達、いろいろありました。その中で経験してきて思ったのが、友達っていう言葉の中にも違う意味が存在するんだなって感じています。例えばね、1、遊び友達。ただ一緒に過ごすだけで自分の気持ちや相手の気持ちを言い合わない。ほんと時間つぶしに一緒にいるだけの友達。2番目、小さい時から家族の付き合いでいるお友達。この場合はね、深くお互いの人生を知って心に深く存在する友達になるか、あるいは表面的に家族でのお付き合いで顔を知っている程度の友達っていうのに分かれると思うんですね。で、3番目が損得感情で友達関係を続けている。これほとんどの人経験してるんじゃないかな。簡単に言えば、相手がお金持ちだとか顔が広いので、自分もその友達のコネクションにあやかりたいと思って友達関係を続けている人ね。で、4番目は学校でできる友達。これも2つに分かれると思いますよ。学校を卒業しても友達としてお付き合いしたいと思っているか、あるいは卒業したらバイバイとなるか。5番目はママ友関係の友達。これも子供が大きくなって接点がなくなってくれば、自然に友達関係は解消されるものが大半だと私は思っています。中には気があってね、子育てが終わっても友達関係が続くケースもあります。6番目、職場での友達。この関係って私すっごく難しいと思うの。職場っていう中にいる友達関係って利害が発生しやすいじゃないかな。皆さんどう思いますか？この職場での友達関係も表面上だけ、職場でいい関係を保つために付き合っている人もいるし、あるいは共感するところがあるから仕事の後でも付き合っている人。仕事関係は本当純粋な友達関係を築けるのはちょっと難しいかなって思いますが、皆さんどう思いますか？私は半世紀以上生きてきてね、俗に言う友達関係、本当は友達のカテゴリーに入らないんだけれども友達と呼んでる人で、私が会った中で、この人とお付き合いするの嫌だなって思ったのが、自分のことだけ喋って相手の話なんか聞こうと しない人で、これはめったに会ったことはないんだけどいましたよ。半世紀以上生きてるといろんな人に出会うんだなという感想なんですけれども、友達という名のもとに相手を引きずり下ろそうと虎視眈々と狙っている人。あとはね、こんなことをあの人が言ってたよって親切なふりをして私のことを傷つけようとする人。
いやこんな人いるんだって思いながらその人たちを見てました。本当いろんな人がいます。今まで会った人の中でね、人を信じられないから私は友達はいらないっていう人にお目にかかったこともありました。その人を見てるとね、自分のことが一番信じられないんだなって感じましたね。で、ある人はいろいろなスポーツを一緒にする友達はいるけど、自分の心の中をオープンにして人生の話をする人はいないっていう人もいました。で、お伝えしたいのは、どれが正しくて間違いっていうのはないと思うんですよ。人生の中でその都度その都度出会わないといけない人と出会うので、何がしかの意味があってお友達になったり、信頼できる人に会ったり裏切られたり、いろいろなことが経験していきます。で、あなたは年を取ってあなたの周りにどのような友達が必要ですか？聞いてみてください。自分に。自分を大切にしてくれる友達が欲しいと思うなら、相手を大事にしてください。すべての人間関係は自分が何を欲しているか、そして自分も同じように相手を大事にしているかで変わってきます。損得感情で友達関係を作っている人は、有名なことわざがあるでしょ。金の切れ目は縁の切れ目。気がついたら誰もいなくなったという状態にならないよう気をつけてください。さあ、あなたはどんな友達が欲しいですか？もう年をね重ねていくとね、気の合う友達がいて、お互いの悩みを言い合って、美味しいものを一緒に食べて楽しい時間を過ごせる、そんな友達が一人でもいる人は私は幸せだと思っています。じゃあ今日はこの辺で。またね。バイバイ。